満州語のゲゲは、基本的に女性や少女の意味に相当する。ただし、ゲゲは満州国皇室の娘に限られ、一般家庭の娘はゲゲと呼ぶことはできない。清の皇室で、次女以下の未婚の女性にゲゲを用いることはほとんどである。清朝末期の軍議大臣、愛新覚羅一郎の孫娘で、愛新覚羅後衛の長女、漢元立東記は、中国名は王賓道と言い、大ゲゲと呼ばれた。清朝末期の最も美しいゲゲであった。現代人の心理面から見ても美しいと言えます。彼女は最古の皇后である遠洋のいとこで、母は乾隆帝の5番目の直系の孫娘である。米霊一郎の娘、光栄の娘である。繊細な眉毛と白い旗を持つ美しい少女だった。彼女は幸せな人生を送るはずだったが、愛してはならない人物、最後の皇帝プイと恋に落ちてしまった。1922年12月1日、プイの結婚式の日、暗闇の中で悲しんでいる11歳の少女がいた。彼女は長後期の漢元立東記、遠洋のいとこで、養子端で、幼い頃から年長者の教えによって非常に優しい性格に育った。彼女は才能あるプイに非常に恋していた。しかし、遠洋とプイの人生を壊したくないという思いから、その気持ちを封印していた。漢元立東記は大人になった後に官邸を離れ、東市三角の民家で母親と一緒に暮らし、家の古物を室に入れるや裁縫で生活していた。かつてのような貴族の地位はないものの、静かで穏やかな生活を送っていた。幼い頃から美人だったため、家で最も寵愛を受け、唯一若輩として大人と同じ食卓で食事をすることができた。物心ついた時から、彼女は名門の淑女になる方法を教えられてきた。その教育によって、彼女の人生の使命は、貴族と結婚し、子供を産んで、権力や富を得ることだった。昔にこのような教育では何の問題もなかったのですが、当時すでに秦は倒され、プイは退位しており、そのやり方が通用しなくなっていた。しかし、漢元立東記の母である光栄は現実を受け入れず、自分は貴族続くという夢の中で生きていた。彼女の影響で、漢元立東記も現実離れし、自家の地位に合う貴族と結婚に憧れる日々を送るようになった。光栄の目に、愛新覚羅のような大きな性を持つ者でなければ、自分が大切に育ててきた自分の娘と結婚する資格はない。1929年、圧倒的な美貌になった漢元立東記は、天津の愛新覚羅という昔から貴族の家に嫁ぐことが決まっていた。残念なことに、この男は
宦官立陶器のステータスとマッチングしたものの、女好きなプレイボーイであった。ある日、この男と俳優の不倫が公になり、光栄はこの男が娘の生涯の相手ではないと悟り、結婚を取りやめることになる。婚約は破綻になったが、光栄は全く気にしなかった。彼女の目に高貴な生まれて非常に美しい娘は、よりいい選択をもらいます。その後、光栄が望んでいた貴族な結婚相手が本当にやってきた。1932年、満州国が成立した。溥儀は再び満州国の皇帝になり、その右腕であった弟の不潔も親王になった。当時、不潔は妻と離婚して独身を取り戻したばっかりだったので、溥儀は不潔にふさわしい妻を選ぼうとした。結局、名で美しい宦官立陶器が親王の妻の最良の選択となったのです。そのため、不潔から根性を受けた光栄は何も考えずに結婚を承諾し、荷物をまとめて、娘宦官立陶器を連れて新居に行き、結婚の準備に取り掛かりました。しかし、最後に、不潔は日本の女性と結婚し、花嫁は宦官立陶器ではなかった。親王の妻の夢が破れた後、光栄と娘は北京に戻り、いい結婚相手を待つことしかなかった。このまま、宦官立陶器の結婚はすっかり遅れていた。1959年、溥儀は特赦されて北京に戻ったが、この時、溥儀は一人で子供がいなかった。46歳になった宦官立陶器は再び希望を見出す。彼女の母親、光栄も最後の皇帝溥儀は自分の娘に一番ふさわしいと思いからだ。そこで、溥儀の3番目の妹、金瑞秀に頼んで、溥儀を家に招き、光栄と宦官立陶器は、溥儀を情熱にご馳走していた。翌日、二人が帰るとき、溥儀の妹は溥儀に宦官立陶器と結婚することに言及したが、溥儀は断った。しかし、溥儀の妹も宦官立陶器も諦めず、宦官立陶器は溥儀を再び家に招くことを溥儀の妹の夫、善義に頼んだ。溥儀は腹を立って、その後、向こうと会いたくなくなった。溥儀は満州族の女と恋仲になることも、正規の仕事を持たない古風な女と結婚することも嫌だった。しかし、拒絶された宦官立陶器と彼女の母、光栄は引き下がることなく、彼を追いかける道を選んだ。その後、溥儀から彼女が嫌いと嫌味を言われた。1962年、溥儀は看護婦と結婚し、宦官立陶器は悲しくて泣いた。衝撃だったのは、宦官立陶器はそれでも諦めなかったことだ。1965年に、溥儀は病気で入院した。当時、患者を見舞うには、玄関で蓋を取らなければならず、一度に入れる親族は一人だけだった。溥儀の妻、李淑娟が溥儀の看病に来るたびに、
宦官タストーキがいつも彼女より先に蓋を取った。李淑賢がさらに怒りと面白さを感じるのは、宦官タストーキが午後ずっとそこに座っていることが多いことだ。宦官タストーキが頻繁に通えば通うほど、ブイは苦しくなり、ついに、会いたくない、出て行ってくれ、と言葉を発した。ブイを追い求める宦官タストーキの姿勢は、まさに人海のような美声なもので、何度も拒絶されたが、何度も諦めなかったのである。彼女は頑固な性格で、思いの愛情のせいで、90歳で亡くなるまで、一度も結婚しなかった。彼女は真の下家とはいえ、生活は苦しかった。政府から毎月支払われる300円が唯一の収入源であった。彼女の家に3分の1は炭が積み上げられた。汚くて寒いところに住んでいた。彼女の身分を知らない人は、元貴族がここに住んでいることは誰も信じられません。金随種の夫である前期は、その場所を出るように説得したが、彼女は拒否した。経済的余裕がないでしょうか。そうでもないでした。彼女は権流時代の時期を持っていて、それを売れればいい暮らしができるのに、感情的な執念と同じように、それを拒否したのです。2003年、90歳になった宦官タストーキは、親戚に説得され、小さな家から北京の老人ホームに移った。貧乏暮らしに慣れているせいか、老人ホームに入居し、十分な食事をとれていた宦官タストーキが、病気ではなく、餃子を食べたとき、ノートに詰まって、突然亡くなってしまったのです。宦官タストーキの人生は悲しいものであった。彼女の人生は愛情も生活も順調ではなかった。時代変化の中に苦しく生き延びていた。真の下家、このタイトルがなかったら、彼女の人生は大きく変わっていくのだろうか。最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。